女性がカエル足でこの成果、おめでとうございます。すごい。カエル足がお腹痩せ足痩せになぜ効果的かというと、股関節をしっかり外にねじることで、お尻に力が入って腰が反らず、しっかりお腹へこませた状態でストレッチできるんです。本気出したい方は、1回で変化出るので、ウエスト太ももメジャーを使ってビフォーアフター計測してみましょう。スマホを持って上向きに寝て膝を伸ばします。肩幅ぐらいに足を広げて、股関節を内、外にねじっていきましょう。まずはウォーミングアップです。股関節付け根からねじるように意識しましょう。呼吸は止めないで。なるべくゆっくりでいいから大きく内、外にねじるイメージです。腰反って痛いよって方はちょっとね、お腹へこませておくといいと思います。よし、OK。そしたら次は、こんな感じで膝を立てて、しっかりグー、パー、足指をグー、パーです。これ繰り返しましょう。グー、パー、パー。ゆっくりでいいですよ。しっかり丸める、パー、丸める、パー。ゆっくりでいいです。釣りそうな方はね、釣らない範囲でいいです。グー、パー、グー、パー。結構ね、普段やらない動きなんで意外と難しいと思います。頑張って。よし、OK。そしたら次は、この右股関節を大きく、外回ししていきます。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回しましょう。ご自身から見て時計回りと反対、反時計回りですね。ゆっくり大きく回す。呼吸は止めないようにしましょう。大きく回す。で、股関節ね、ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回しましょう。なるべく大きく、呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。これで、次、左足いきますよ。左股関節を内から外に、ご自身から見て、こっちはね、時計回りです。なるべく大きく回していきましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で、ゆっくり大きく回すことが、目的です。こっちもゴリゴリになる方はね、痛みない範囲でやりましょう。痛みなければ大きく回していいです。ただね、どうしても股関節ゴリゴリが気になるよって方は、この YouTube の概要欄、一番下にね、股関節ポキポキになる方向けの動画貼ってますので、ぜひね、やってみてください。なるべく大きく回す。よし、OK。そしたら次は、カエル足早速作ります。足の裏をこんな感じで合わせて膝を外に広げます。この状態で足をなるべく持ち上げる。お尻が床から浮くぐらい足を持ち上げる。こんな感じです。腹筋、特に下っ腹使う感覚ありますか？なるべく膝外広げてくださいね。ゆっくり自分のペースでいいです。腰痛い人無理しないで。どうしても腰痛かったら空いてる手をお尻の下入れるとだいぶ腰への負担が減ります。ゆっくり自分のペースでいいです。スピードはね、全く重要じゃないですよ。腹筋しっかり意識して、腰反らないようにして、なるべくお尻が浮くぐらい。足の裏が離れちゃう人はね、足の裏多少離れても OK。下っ腹効いてれば、それで OK です。よし、OK。そしたら次は、膝立てた状態からですね、右膝だけしっかり伸ばしきる、下ろす、しっかり伸ばしきる、下ろす。これ繰り返しましょう。下ろす、しっかり伸ばしきる、下ろす。スピード全く重要ではないですよ。普段動かさない範囲までしっかり伸ばし、切る。下ろす。伸ばし、切る。下ろす。これ繰り返しましょう。頑張れる人はなるべく高い位置で伸ばし切る。きついよって人はなるべく低い位置でもいいです。これぐらいでもいい。OK です。伸ばし切ることで、この膝上の肉をね、撃退していきます。伸ばし切る。戻す。ゆっくり自分のペースで。よし、OK。次は、左膝をしっかり伸ばし切る。戻す。しっかり伸ばし、切る。戻す。繰り返しましょう。スピードは全く重要ではないです。しっかり伸ばし、切る。ここで膝上の肉使いましょう。ここの筋肉使います。膝上。伸びきらない人はね、できる範囲で OK です。ただ、腰、肩、足、痛みがある方はね、痛みない範囲で行っていきましょう。呼吸を止めないで。頑張れる人はなるべく高い位置で伸ばし切る。きつい人は低い位置でも OK。頑張って。この後ね、カエル足連続できますので、ちょっときついと思うんですけどね、一緒に頑張っていきましょう。しっかり伸ばし切る。戻す。きつかったらね、再生速度早めたり遅めたり、各種目の最後の10秒サボったりしても OK です。よし、OK。そしたら次は、カエル足作ります。足の裏合わせて、膝外に広げた状態で、ちょっと足持ち上げます。この状態で、閉じる、開く、閉じる、開く。これ繰り返しましょう。足の裏離れてもいいです。なるべく開き切る。
閉じ切る。開き切る。閉じ切る。スピード重要じゃないですよ。腰が反って痛いよって方は、なるべく高い位置でこうやってやると、お尻がちょっとね、床から浮くぐらい、この方が腰への負担が減ります。それでも腰痛いよって方は、空いてる手でお尻の下にこうやって手を入れると、腰への負担がね、だいぶ減ります。スピードよりもしっかり開き切る。閉じ切る。ラスト1回しっかり開き切る。閉じ切る。よし、OK。そしたら、膝曲げたままでも伸ばしてもどっちでもいいです。ドローインやっていきます。息吸って限界までお腹膨らませます。限界までお腹膨らませる。もうこれ以上膨らまないよーってところまで膨らませましょう。もう膨らまないってところまで膨らませる、膨らませる、膨らませる。よし、ゆっくり口から吐いて、ふー。吐いて、吐いて、吐いて。吐きながらお腹へこませて、ふー。吐いて、吐いて、吐いて。ふー。吐いて、吐いて、吐いて、頑張って。吐き切るー。しっかり吐き切って。きつかったらもう一回吸って。ゆっくり吐いて、ふー。しっかり吐き切って、吐き切って、ふー。お腹へこませて。よし、OK。そしたら、持ってるスマホ、一回床に置くかどっか立てかけておきましょう。カエル足を作って、両手は後頭部で組みます。で、ちょっと足、これぐらい持ち上げた状態で、きついですよ。腹筋、頑張って。ふう、頑張れ。お尻は床から浮くぐらい持ち上げとく。腹筋、頑張って。きつかったら足下ろしてもいい。で、首、腰痛い方は、ちゃんと手で頭を持ち上げた状態。こっから腹筋。こっから腹筋。首の力使って起き上がったら絶対痛いです。頑張れる人はカエル足のまま腹筋。きつい。お腹しっかり意識して、腰肩痛い人絶対無理しないで。ラスト1回。よっしゃー、オッケー。きつかったですね。そしたら次はね、膝立てたまま、ちょっと肩幅で広げに足広げましょう。で、片方ずつ膝を内側に倒す。膝を内側に倒す。これもね、スピード全く重要ではないです。しっかり膝内側に倒す。内側に倒す。なるべくね、普段動かさない山で内に倒す。で、スマホ一回床に置いた方はね、またこうやって手で見ながら持っていただいて大丈夫です。もう手はね、使わないので。さっきのね、カエル足腹筋めっちゃきつかったですね。よし、OK。そしたら次はですね、足の裏合わせて、こんな感じ、カエル足作って、開いた状態からしっかり伸ばしきる。開ききる、伸ばしきる。腰が反って痛い方、ちゃんとお腹に力入れておくか、空いてる手をね、お尻の下入れることで、だいぶ腰への負担が減ります。しっかり開ききる、伸ばしきる。見えますか？開ききる、伸ばしきる。開ききる、伸ばしきる。きつい。きつかったら、各種目のね、最後の10秒とか、サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりしていいですからね。しっかり開ききる、伸ばしきる。内ももお腹効いてますか？伸ばしきる。よし、オッケー。そしたら休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに広げましょう。で、この状態で、股関節を内、外にねじっていきます。呼吸を止めないで。つま先だけ動かすっていうよりも、この股関節ね、付け根からねじるイメージです。これ休憩なので、適当にやっておけばいいですよ。そんな無理にね、急いでやる必要もないです。でね、やってるうちにどんどん疑問出てくると思うんです。疑問出てきて、わからなければね、コメント欄に質問していただいてもいいし、概要欄にね、ズボラストレッチの教科書とサブチャンネル無料で見えるように貼ってありますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。よし、OK。そしたら、もう一回カエル足作ります。なるべく膝外に開いておいて、この状態でお尻を持ち上げる。お尻を持ち上げる。そんなに高くギュッと上げなくてもいいです。お尻の筋肉こうやって触って使ってる感覚があればそれで OK です。なるべく膝を外開いてくださいね。足の裏同士ね、ペタってついてなくてもいいです。膝が外に開いてれば OK。で、お尻使う感覚あれば最高です。もしこれがどうしてもきつくてできない人は、こんな感じでもいいです。膝立った状態でやってもいいです。ただね、お腹が突き出てこうやって反り腰にならないようにしましょう。しっかりお腹へこましたまま、お尻意識して持ち上げる。ラスト1回一緒にやりましょう。しっかり持ち上げる。よし、OK。これでスマホ持ってうつ伏せになりましょう。
よし、じゃあうつ伏せに寝たらスマホは顔の前に置いておきましょう。で、かかとをお尻に近づけるイメージで、パタパタ動かしていきましょう。こんな感じです。で、こうやってスピードつけるよりもゆっくりでいいから、この裏ももとお尻の境目、この辺の筋肉をね、意識してできるとめちゃくちゃ良いと思います。こうやって空いてる手で裏ももお尻の境目触って、あ、使ってるな、力入ってるなって感覚があれば OK です。スピード勝負じゃないですからね。胸が苦しいよって方は、ちょっとね、こうやって上半身浮かしてもいいですが、腰痛い方は絶対無理しないでください。裏もも、お尻の境目、しっかり意識しましょう。これ、裏もものセルライト撃退とね、ヒップアップにめちゃくちゃ効果的です。呼吸止めないで。よし、OK。そしたら次、足の裏。こんな感じで合わせて、カエル足作ります。こんな感じです。足の裏合わない方はね、なるべくこのポーズに近づければいいです。で、このまま、かかとをお尻に近づける、戻す。かかとをお尻に近づける、戻す。繰り返しましょう。お尻の筋肉使ってる感覚ありますか？足の裏同士つかない方ね、足の裏ついてなくてもいいです。だいたいざっくり、ひし形みたいに、だいたいカエル足になってて、このお尻の筋肉触って、あ、使ってるなって感覚があれば、それで OK です。足の裏を合わせることはね、そんなに重要じゃないです。きつかったらね、各種目最後の10秒サボっていいですからね。よし、OK。どうですか？ついてきてますか？大丈夫ですか？そしたらもう一回この足の裏、こうやって合わせたままですね。このままかかとをお尻にぐっと近づけます。で、この状態でお尻の筋肉、力入ってるなっていうのを触って確認して、キープです。お尻使う感覚ありますか？上半身はこうやって起こしててもいいですが、起こしてるとね、腰反っちゃうので、なるべくべちゃっと寝かしておいた方がいいかなと思います。ただ胸が苦しい方はね、無理しないでください。なるべくかかとはお尻に近づけて、ぎゅーっとね、お尻に力入ってるのを意識して行いましょう。で、結構ね、食事制限した方がいいですかとかっていつもいただくんですけど、食事に関してはね、概要欄の無料の YouTube サブチャンネルからご覧いただければと思います。よし、OK。そしたら、両手を耳の横について、ぐっと上半身反らします。これで、腹筋のストレッチです。腹筋が伸びる感覚ありますか？腰が反って痛いよって方は、肘ついて、ちょっと顎を上に持ち上げる。これでもね、腹筋伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。腰が痛い方は絶対無理しないでくださいね。もしね、今の段階でわかんないことがあれば、遠慮なくコメントで気軽に質問してください。呼吸だけ止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は、四つん這いになります。四つん這いになったら、なるべく膝と膝を離して、こんな感じ、カエル足のポーズを取ります。なるべく膝同士をしっかり離して、こうやって肘ついて OK です。で、このままですね、ちょっとお尻は後ろに引くイメージです。内もものストレッチをしています。伸びますか？腰が反っていたい方は無理しないでください。こうやって手ついちゃってもいいです。内ももが伸びてればいいです。いまいち伸びたい方は膝同士をなるべく離してあげると良いと思います。どうしてもきつい人はちょっとこうやって動きながらやってもいいですね。反動つけながら。きついな、これ。呼吸を止めないで。膝が痛いよって人は布団の上とかね、絨毯の上とかでやっても全然 OK です。よし、OK、よく頑張った。明日もう一回うつ伏せになりましょう。そしたら、うつ伏せのまま、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。緩める、ギュッと締める、緩める、締める、緩める。勢い、スピードはね、重要ではないです。しっかりお尻の穴ギュッと締めると、内もも使う感覚もあるかなと思います。締める、緩める。でね、最近コメント欄すごい活発で嬉しいので、ぜひね、この動画2週間チャレンジ、1週間チャレンジやってみるよって方は、ぜひね、コメント欄使って、毎日やったよって記録をね、つけていただければと思います。最近はね、毎日頑張って、Twitter、インスタ、TikTok、Pinterest、毎日更新してますので、概要欄からご覧いただいて、フォローいただけるとすごく嬉しいです。OK です。お疲れ様でした。よく頑張りました。メジャー使って測った方はぜひね、アフターも計測してみてください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。